만날 텐데. 자, 오늘은 마츠기 유타카상이 영화 홍보차 제 만날 텐데 나오고 싶어 하셔서 우리나라 음식 중에 뭐가 있을까 하다가 잔치국수 하면 좋을 것 같았어요. 되게 정성스러운 잔치국수를 해서 재료를 다 지단까지 붙여가지고 이렇게 해놨고, 그리고 우리 엄마가 많이 해주던 애호박전이랑 이렇게 해서 술을 안 드시니까 식사를 하면서 얘기를 나눠보도록 하겠습니다.はい、もう入っちゃっていいね。アニョハセヨ。 잠깐 메이크업 하고 가시라고. いらっしゃいませ。ああ、どうも。どうもどうも。すいません、お邪魔しております。嬉しいです。いや、すごいですね。はい、少々お待ちください。全然大丈夫ですよ。どうぞ。どうぞ、ごゆっくり。 애호박이 뭐지 일본말로? 지키니. 그래, 후쿠로가 よく作ってくれてたズッキーニのチヂミ。はい、玉ねぎのチヂミです。美味しそうだね。多分昼間だしお酒はあれだから炭いや飲んでいいですよ酸全然飲んでいいですよ炭酸水用意しました。でもまあ昼間から行く人だっているでしょ。朝からも行けるんですけど、ねえ、言ってくださいよ。お酒飲んでくださいよ。炭酸水もらうんで、お酒持ってきてください。お、来た来た。じゃあ、ありがとうございます。どうもどうも。飲んでたじゃん、も料理しながらう。少しだけ。少しじゃないでしょ、もう。結構いってるんじゃないの。じゃあとにかく乾杯してチヂミ味わってもらってから麺出して食べてお話ししましょう。じゃあ、お邪魔します。どうもありがとうございます。お招きいただき光栄でございます。ようこそ。これ大したものではないんですけど。大したものじゃないってことはないでしょ。俺、ズッキーニのチヂミって食べたことないんですけど。よかった。これは、お母さんがはい。お父さんがこれが好きで、よく作ってくれたんですよ、昔。子供の頃かはい。普通のチヂミとちょっと違って、衣をできるだけ少なめにする。野菜の味がたっぷりする。だから多分ここ砂糖とか入れてないんだけど、結構甘い味がすると思います。甘口なんだ。どうぞ。いただきましょそしてこのキムチは、どうぞどうぞ。僕のマネージャーがチョラドという地域の出身ですよ。で、あそこなんて言えばいいんだろう。新潟県みたいな。いきなり新潟県。なんかお米も有名だし、なんか韓国の中でキムチが一番、味付けが強くて、食べ物が一番美味しい地域と呼ばれるんですよ。すごい、これキムチ、これ普通にこれキムチに見えるけど。で、これが、一番新しいキムチです。浅漬け。これは無分寺って言って4年も熟成されてるもの。こっちはこれは青菜ですよ。青菜のキムチ。これは、小ネギ。これは青唐辛子の漬物。どれからいこうかな。キムチからいっていいですか。もうどうぞどうぞ。でもまずこれ食べてみようかな。ちぎっていいんですよ。柔らかい。かった。柔らかいね。普通のチヂミってなんかほらこう塊感があるけど、これふわっと、そうですね。お父さんの好みです。じゃあこのお父さんの好みの、じゃあいただきます。緊張しちゃいますね。緊張していただきます。美味しいかな。柔らかい。意外と皮はパリッとしてるんでしょ。小麦粉なのかな。こういうので少しとろみをつけたやつをちょっと焼いたみたいな感じになってるね。韓国はプチンチヂミのためのチヂミ用の小麦粉があるんだ。が普通にあるんですよ。だから調味料も入ってるし味もついてるし、でそれだけ使うとちょっとなんかお店の味がする。作られた感じですよね。だから僕は普通の小麦粉を混ぜてそうしますよね。これパッと食べただけじゃさ、ズッキーニって分かんないかもね。そうなんですか。これズッキーニと玉ねぎだけと、そして唐辛子ちょっと。唐辛子ね。はい。唐辛子も結構効いてますね。ピリッとね。それがないと面白くないんですよ。パンチがないと。確かに。キムチと一緒に食べたりするんですよ、チヂミを。まずこの最初のやつからね。これが定番のチョラドのキムチです。もうこれだけで十分使ってるね。ちゃんと酸味もあって。はい。これもちょっといただいていいですか。いや、それ4年もの。大丈夫かな。大丈夫かなっていう感じ。変わるんでしょ。
美味しい。本当ですか？美味しい。笑ってる。これうまいね。自分の母親の本当味だから。はい。美味しいね。うまい。4年？ほとんどの韓国の家庭には、キムチ専用熟成冷蔵庫というのがあるんですよ。ああ、聞いたことある。だからあっちに入れると長く保管できる。ずーっと発酵し続けてるの？そうですね。何年までが、まあ、制限なのかよくわかんないですけど。これもなんかさ、いろんな料理に合うね。ですよね。だから煮込みによく使うんですよ。これはなんか本当にいろんな応用編がありそうな。そしてこれが青菜。そうですね。青菜も美味しそうだね。で韓国人はラーメン、そのインスタントラーメンが好きだから。これはね、僕らでいうところの高菜。あ、高菜だ。すいません。高菜です。高菜。高菜、カットいいんです。青菜が뭐였지？あ、青菜はプソン기다。朝食に高菜を食べない日はないんですよ。日本ではよく食べますよね。日本ではね、あんまり、僕、九州なんで、はあっちは高菜もうほぼ毎日食べるんですよ。でもこれ美味しい。い。あ、よかった。辛いんでしょ？辛いけどね、これラーメンに合うのよ。ですよね。昔、博多駅っていうところに、はい。本当にからし高菜を元祖で作ってるところがあって、もう今なくなっちゃったんだけど、それがこの間食べたいなと思ってたとこだったの、ちょうど。はこれはすごい。い。よかった。ちょっとこの、チヂミと、キムチの合わせ技も言ってみようかな。なんか急に孤独グルメっぽくなっちゃった。いや、それはしょうがないでしょ。これね。いや、それ、正解です。ありがたい。全然食べ物としての味付けの方向性が全然違うから、逆にこう合うのね。優しい味。強烈これ的な。がうまみとね。あ、これうまいうまい。あ、これすごいな。よかった。この、ちょっと高菜で言っていい？今、そう食べましたけど、いや、抜群ですよ。あいや大丈夫です。日本も3秒ルールってあります？あらあら。誰が言い出したんだろうね。韓国にもあるのありますよ。 3秒ルール。1、2、3。これね、高菜。高菜がうまい。よかった。これだから独り者の男の家に行くっていうから結構もう汚い家を想像してたんだよね。はい。もうだからさ、お土産にさ、え、これちょっと開けて。なんでしょう。ちょっとなんだと思う？嫌な予感がし。嫌な予感がする。はい、ちょっと。高島屋で買ってきたの。すごい細長いパルフェだったり。パンじゃない。冗談です。お花ではないでしょ。お花じゃない。いや、よかった。これはね、多分こういうのを持ってくる人は絶対いないと思うんだけど。これね、掃除用の。そうそうそう。これね、部屋が汚いと思ったのよ。いやー、こんなのもらったことない。人生初めてかも。これ可愛いのよ。俺どんだけ汚いイメージで見られたんだろう。初めてなんかもらうプレゼントが掃除用のはたき。手作りはたき。あ、手作りなんだ。手作り。高そうですね、これ。高くない高くない。高くないというか、はたき買う人そんなにいないだろうからね。あ、そうそうそう。ありがとうございます。インテリアに。すいません、こんなもので。いやいやいや、嬉しいです。名付けよう。何がいいんでしょう。なんだろうね。オーストリッチだから、オスコ。オスコ。オスコ。オスコおいで。仲良くしよう。はい。麺出します。麺もお願いします。美味しいかな。久しぶりに作ってみました。チャンチーは祭り、宴会、でククスは麺のことです。でこれ
普通そうめん、流しそうめんってあるんでしょうね。はいはいはいそういう長細い麺を作るんです。これはちょっと太めの中麺って言って中麺なんですよね。これ伸びるから食べた方がいいね。はい。伸びる伸びる前に。はい。伸びる前にどうぞどうぞ。いただきます。麺。乾麺？乾麺？硬いやつを湯がいた。そうですよ。乾燥されてる麺。そうそうそう。で、大したものではないんですけど、これは本当の庶民の食べ物で、長生きのそういう意味も含まれてるんでしょ、麺には。人が集まる宴会だったり、そういう場には必ずしもこれが置かれてる。で、味が足りなかったら、このヤンニョムジャンをそうなの。ちょっと入れて、自分の好みで。これね、子供の頃ね、おばあちゃんが作ってくれたのによく似てる。へえ、本当ですか？こういう薄い出汁でさ、乳麺って言うんだけど、それも親戚の集まりとかあると子供たちにみんな作ってくれるの。スープは何これ、出汁が。イワシと、ジッポリが今まで欲しい。ジッポリって魚の名前がペンデンギ。ペンデンギという魚があるんですよ。それの干物。はい。干物。うまいけど、ちょっと入れてみようかな。これ、ちょっと入れればいいの？はい。これぐらい。で自分の好みで。これも入れるの？キムチは。入れたり、入れるとスープがこう汚れちゃうんでしょ。それが好きな人もいる。最後までその透明なスープを守りたがる人もいる。味が変わった。でしょ？すいません、それ使いづらいんでしょ？ごめん。これ味が変わるからさ、止まらなくなるね。ですよね。そうですよ。それですよ。韓国の料理ってさ、だからこう、最初にできたこういうキムチとかさ、そういうのをさ、後から追加してこう、味変えて楽しめるから面白いんだよね。丁寧に作ったスープなんで、スープだけでちょっと。はい今はいろんなスープが流行ってるんですけどね、鶏の出汁って一匹いくら煮てても味が出ないんでしょ。だからお店で食べた方がいい。そうなんだ。鶏の出汁はやっぱり100本入れて長くこう煮る方がもっと美味しく旨味が出るんじゃないですか。家ではその高まりの味がなかなか出ないっていうか。そういうことなんだ。ですけどイワシの干物とか、どの家でもあるから、すぐ作れるし、何でもイワシの出汁だった韓国は。天ジャンチゲもイワシ昆布。これもすごく優しいじゃん。いいスープですからね。プラス野菜の甘みね。その映画のラーメン屋の社長みたいに、やっぱ食材にこだわると値段が上がっちゃうんでしょ。そうだね。お店はやっぱりこんないいもので、いいイワシの干物だったり、いい昆布使えない、高級なお店じゃない場合だから調味料を入れるしかないでしょ。だから家で作るときは、今はちょっと変わってるんですけど、昔は韓国は調味料にちょっと違和感があったっていうか、人工調味料、味の素だったり、僕のお母さんの世代はそれ使うのはちょっと反則みたいな。家で食べるときは本当にピュアなそういう味にしよう。外食するときはどうしようもない。でも美味しいし。ただ僕もプロがその科学的なものを使うっていうのはなんか違うなと思う、やっぱり。ちゃんとその出汁を取るっていうことにやっぱ僕らもお金を払って。ですよね。でお店によりますよね、それは。でもこれちょっとじゃあ持って帰りたいぐらい、これ。すごいよ、この高菜のキムチ。飛行機乗せるんでしょ。じゃあ用意します。高菜のキムチ。奥さんと一緒に。お願いします。だってこんだけ素晴らしいものをもらっちゃったもん。まだね、あるよ。本当ですか。これ映画の T シャツ。ルーメソリテル。あとね、映画でね、一番最後に出てくるね。その丼があるんですよ。本当ですか。志保さんがね、最後この丼を見て、旦那が
元気にラーメン作り始めたんだなってことを。じゃあ高菜キムチと交換しましょうこれは。いいでしょ、これ映画見ちゃったんで、ああよかった。あとね、はい。あとなんかある。ちょうどこれヤンニョムとかを入れるへえ。孤独のグルメみたい塩をなくしすぎるんじゃないですかこれ顔の。ちょっとね、じゃあ少し書いといていいよね。僕結構持ってるんですよこういう本当？グッズ。僕がファンだと言って、ん僕のファンからいっぱいもらっちゃってありがとうございます。いろいろもらっちゃって。そんなとこですね。はこれ下げますか？い。いいですか？はいもうごちそうさんもなんかいっぱいになりました。ありがとうございます。そういえば、僕人生初めて日本の映画館伺いました。あ、そうなんですか。はい。日本で映画見るチャンスっていうか機会がなかったんで。ああ、そうか。で、このインタビューするためには映画を見なきゃいけない。韓国ではまだオープンされてない。で、たまたまちょうど仕事があって行ってたんで、さらにそれが池袋にある、そのシネマ。東宝シネマ池袋、は池袋に行ったんだ。今回もう韓国にロードショー始まってからでも全然良かったんですよ。もういやでも今日なんかその映画にそうですか。対してなんか話したくて。あで、結論から言うと、僕は孤独のグルメのファンだったし、なかなか良かったですよ、僕、あ、本当に。よかった。はい。孤独のグルメが、もう守らなきゃいけないあれがあるんでしょ。だからそれを守りながらも、松木さんなりに、こうなんかいろいろ表現する。あれがすごい楽しかったし。さゆきとパリで暮らしたのは遠い昔の話。言ってくれるかい？スープ探しの旅ですか？様、子供の頃母親が作ってくれた汁をもう一度飲みたいと頼まれまして。意外と、辻褄が合うっていうか、結構悩んで、多分、そうです。脚本を。だから最初はすごい軽く、孤独のグルメの、映画バージョンかな。美味しく食べて、お店探して、なんか困ってて、五郎さんが、これぐらいか。どうするって、さらにパドルボードでどっか行って、保留して、どうしようかなって思ったんだけど、ちょっと泣きました、最後。だから、好き。ありがたい。いや、嬉しいですね。もう本当にこれからなんで韓国での上映っていうのは、韓国の人が見てどう思うかなっていう違和感とかないかなとかそういうのはね。ないと思いますけど、僕は字幕なしで日本語で見たんで、そうですね。それを字幕で日本語わからない韓国人が見ると同じ感覚かな？それはわからないですよね、僕は。ですけど、嬉しいんでしょ？なんか韓国がそのロケで、韓国が出る瞬間から息が吸える。もう全部読める、全部わかる、韓国語も。それも面白いし、前回言ったんでしょ、遠藤健一さん好きって。演芸さんね。それもすごかったし、小田切城大好き。好き、彼好き。いい役者ですよ。かっこいい。で、その、小田切さんの奥さんの役割の人も綺麗で好きだし、その渡辺、誰だっけさんの娘さんでしょ。あんちゃんね。はい。もう完璧な。ユジェミョンさんどうだった？もう、みんな笑いすぎて日本人が、後ろ前の、ってなって、よかったんですけど。あ、そうなの？一番ね、映画の中で、やっぱり笑うポイントは、それが本ユジェミョンさん当、アイディアが良かったですよね。それは人間はそれを見ると笑うしかない。맛있게도 먹네. 少し食べますか？大丈夫です。後ろの日本人のお客さんが、うまいなーって、その人うまいなーってずっと言ってて。あの年代でやっぱり芝居の上手い人じゃないと味が出ない。味が出ないっていうか、リアルな芝居にならないんですよ。そうですね。やっぱちょっとね、大きく表現しちゃったりすると、おかしさっていうのは出せないんで、誰かいないかなと思って探してたんで、だから本当に、素晴らしい、韓国のシーンも全部僕は面白かったと思うし、あと、韓国のお客さんが来て、見てね、楽しんでいただければもうそれで十分です。で、なんでかよく聞かれたと思いますけど、韓国をそこまで大切な
ロケとして。こうやって孤独のグルメ好きだってこうやって言ってくれる人がこんだけいっぱいいるわけじゃないですか。韓国でプサン映画祭に行った時にやっぱ4000人のお客さんがちょっと面白そうだからって来てくれたのが非常に嬉しかったし、孤独のグルメ自体を愛してくれてる人は韓国の方が圧倒的に多いなと思ったんで、まあそれをこう利用するわけじゃないですけども、僕が子供の時から日本と韓国っていうのがやっぱりこうですよね、福岡だと海が近いから、海の先にはあるっていう感覚で、流されたらどうなるんだろうっていう気持ちって前からあったのね。あるインタビューで、なんか流された瓶の中にある手紙を読んだと。ボトルメールね。それ100年前の話じゃないですか、それ。50年ぐらい前の話。本当そうやったんだ、昔。あったよ。見えない、道の向こうの誰かに。そう。で、内容はハングルだから分かんない。今みたいに翻訳ソフトもないから。ですよね。うわぁ、ハングル、韓国から来たよって言って、それで終わりですよ。なんて書いてあったか分からない。ただ、そういう、ロマンチックな。ロマンチックですよね。今の若者は、あれなんだろうって思うわけですよね。今の若い人にボトルメールって言ったって意味わかんないだろうし、こんなネットで。ゴミ海に捨てちゃダメでしょ、みたいな。でもそうじゃなくてもね、なんかこう、海岸にね、韓国の缶詰とかさ、ジュースとかみたいなのも流れ着くわけよ。やっぱそういうの見てると、わあ、そこの先には韓国があるんだろうなと思って、異国がね。で、異国に何があるんだろうっていうさ、そういうこう、思いがずっと少年松重くんの中にあったから、韓国に漂流するっていうのは僕の中ではファンタジーでもあるし、なんかこう夢でもあったんですよね。だから一応俺も学生の頃映画監督になりたかったし、その演劇学専攻っていう学生の頃からドラマ剣っていうそのドラマの作り方みたいなのはやっぱ一応そういう方程式みたいなのがきちんとあるっていうのを勉強して今に至ってるから、役者だからそういうこと普段は言わないけども、なんでこういう風な本になるのかなってずっと思ってるわけじゃん。いざ今回自分がやるとなったらきっちりと役者からこういうふうな、ここはどういうふうに解釈すればいいんですかっていうのを全て答えられるようにしとかないと。だからそれが良かったですよ。面白かったし感動的だったし。とはいえ、松木さんがおっしゃったように、韓国でどれぐらい売れるかは僕にはよくわかりません。今ね、だから日本の売れ行きもね、もうボーダーラインなんですよ。これが成功作品ですよって言われる数字に行くか行かないかの瀬戸際で今。だからその結果が多分3月の2日には出ると思うんだけど、だからその後だから韓国で受けたとしてもやっぱ国内でそれだけのやっぱり賛同を得られないっていうんであれば、僕はもう今回でもう孤独のグルメというコンテンツからは足を洗いますっていうふうに言ってあるんで、もしかしたらもう僕は二度と孤独のグルメをやらないという、寂しいかもしれない。ここのグルメになるんですか。ここのグルメは遠藤憲一さんがやるかもしれないけど、それは分かんないです。そっか。ですけど僕は好きだったんですよ。でもそこまで僕も全責任を取るっていうもう本も自分で配給会社とかもやり取りして宣伝戦略まで全部もう俺が首突っ込んでやったから、ここで結果が出なかったらもう俺も本当に諦めがつくんで、ここまでやってダメだったらもう本当に潔く諦めますっていうことで、それはもう俺も腹くくってるから大丈夫です。その結果がどうだろうが僕の人生はこれからだからどうなっていくかは本当にわからないですね。なんか井の頭五郎じゃない松木豊の作品もっと見たいなと思ったんですよ本当に。僕お世辞言えないんで僕、健闘を祈ります。健闘を祈ってくださいね。あと1週間ぐらいで、結果が出ると思うんですけど。韓国の成績どうなるんだろう。いつオープンされるんですか韓国は。韓国はね3月19日です。그것도 감미시카 팬분들은 전 무조건 좋아할 거라고 생각해요. 今はじゃあどういう感じで映画のその広告っていうか宣伝って。人のあれが一番大事でしょ。口コミ？それが一番大事なんじゃないですか。噂が。だから俳優さんたちはもちろん松木さんみたいにその
試写会うんうんやったり挨拶しにうん回ったりしながら番組出たり YouTube 出たり、YouTube ですよねほとんどが。でそこでただ待って祈るしかない。今さ家庭の中ではい昔はテレビっていうのが中心にあったじゃない、はテレビ見てみんなが見てるっていうそういう日常があったと思うんだけど、韓国今そういうのないでしょ？ないですね。日本もないでしょもうみんなほ携帯ぼなくなりしてた。だから本当不思議なのは孤独のグルメなんていうさ普通にテレビで見ても見れるものじゃなかったわけじゃね。ですよね。ちょっと想像つかないんですよまだ。それすごくありがたいんでしょ。ありがたい。だから僕も日本で活動を始めた時、うんありえない不思議いつも不思議って言ってるんですよ、うんうん。何もやってあげてないのに自然的になんかファンができてるあ、しげちゃんの少しずつ音楽を増えてるっていうのは、そういう気持ちわかるんですよ。ただ自分の国で自分のやりことをやってた、って言ってみたらなんか「しげおんさん」って好きって言うから嬉しいみたいな。そっから日本語を勉強し始めて。僕はいつだったっけな、ほぼ20年前、チャンナラという歌手とイベントに招待されて、日本に？はい、長野サンプラザだったっけな、あイベントをやって、その時何百人かなぜ僕のこと好きかわからない人たちがいて、なんかやりませんかってなって、次来たら少しずつ増えるんですよそれが。何にもやってないのに、それが1100、1700、2100、2500で3000で4400までやりました、NHK ホールまでコンサート、いや次は武道館だなってなって、軍隊入りました。ああそう本当に僕日本語全く喋れなかったんで、通訳さんいたしオープニングとエンディングだけ日本語覚えて、勉強しますって帰って忙しいし忘れちゃうんですよ、1年2回しか行かないから、ファンミコンサート、でみんな伸びてる韓国語が、もうほぼ韓国人になってるもん15年経って、でちょうどそれは僕40歳の頃で、その時 NHK ハングル講座のレギュラーになって、その時いやどうせやるんだったら僕もちょっとやってみようか勉強でそっから始めたいで視聴者に約束したんですよ、韓国語勉強してください、僕も日本語能力試験受けますって、余計なこと言っちゃって。でもさそれでさそこからさここまでその日本語力いやまだまだすごいよ。いや毎日少なくとも2時間毎日、守れないんです本当に。僕酒飲みだし、朝起きてタバコ吸いながら一体何やってんだって1時間でもすごいよそれは毎日続けるっていうことが本当に素晴らしいですよ。ありがとうございます。これからもいろいろご指導いや指導するほどのあれじゃないんでねそういえば、その映画の宣伝のためにいろんな番組出ましたよね。出ましたね。楽しかったですか？いやもう僕も本当に不勉強なんで誰がどういう人なのかよくわからないからでさいろんな番組出たけどしげおちゃんすごい顔広いね。何ですか？みんな知ってたよだから。いやそれ当たり前でしょ僕。いやしげおちゃんと俺今やってるってしげおちゃんとっていうさ。はい僕韓国では結構有名です。日本では全然存在感ないですけど、そんなことないのね。でもしげちゃんのこと若い子に聞いたら昔歌手だって今食べてる人でしょっていう韓国人がその通りです。それもちょっと面白かったよね。들었어? 옛날에 가수였는데 지금 먹는 사람이래. YouTube で食べてるおじさんって言ってたよね。よかった。これ飲む？ちょっとください。いやですけど僕は本当に松木さんと知り合って、日本韓国行ったり来たりしながらなんか話し合う、そういう企画本当に嬉しいんですよ。いいですね。はい。だから俺も子供の頃にハングルのボトルメール受け取って翻訳することもできなかったけど、40年後50年後にこういう未来があるよって言ったらすごく嬉しいと思う。子供の頃の俺もね。そっか韓国でこうやって韓国のねスターと一緒にこうやって美味しいもの食べながら。やっとスターと言ってくれた。スタート。僕こそ日本語の勉強を始めて遅れてたまたま
チャンネル J ですごい流されたんで、孤独のグルメが。死ぬほど流されたんですよ、再放送。だから全部見た、本当に。だから、ああ、面白い。どういう人なんだろう、松重豊っていう人は。ってなって、カメオとしてなんか出演させていただいて、そこからまた何年か経って、なんかこういう企画があるんだけどってなって、いや、日本語勉強始めてよかったと思いますね、本当に。よかったですね。はいこういう機会も本当に。好きなドラマの経験して主人公、好きな俳優さんにも会えたし、面白いです。오늘 일본말만 너무 많이 쓰는데 진짜로 고독한 미식가 팬이라면 한 번쯤 볼만한. 전 처음에 고독한 미식가 팬이지만 아까 말씀하신 대로 이거 영화관에 와서 봐야 되는 영화라고 좀 불안했었는데, 왜냐면 이제 친한 형님이 됐으니까. 뒤로 갈수록 영화관에 가서 볼만한 영화였던 것 같아요, 전. 그래서 많이 사랑해 주시고, 이제 아마 며칠 후에 이제 넷플릭스에 미친 맛집도 시작되는데 재밌게 봐주셨으면 좋겠습니다. まとめてくれたのね。 하이, ということです. ということだね。はいはい。 감사합니다. 감사합니다. 그리고 저랑 한국말 공부 좀 더 하셔야 돼요. 뭐 그때 뭐 한국어勉強しましょう. しようよね。 맛있어요, 괜찮아요,だけじゃちょっと寂しい. 그리고 미쳤다. 그리고 그렇게 그렇게. 소야때. 오. 그렇게覚えたねこの間ね。 그렇게와 소야때. そうやって그렇게 그렇게. 아, 그렇게 그렇게じゃないですよ. 그렇게 그렇게. 만날 텐데 俺もうカメラ持ってきたからいろいろ撮りたかったんだけど撮っちゃダメなとこいっぱいある。 야, とってもいいんですよ. はい. カメラで。いやちょっとポートレートでも撮らせてよ。 하이? 자, ちょっと待ってください. ちょっと待ってください. ちょっと待ってね。いくよ。いいね。 하이? ちょっと待ってね。 약간 변태 사진 작가 같으세요, 지금. ちょっと今エロい写真を撮る. ちょっとエロい写真. 이네. 아, 이것 때문에 그런 거야, 에로이가. 약간 이 느낌, 감촉이 되게 에로이해. 에로이. 밑에. 送ってください. 응.